こんにちは、キズナあかりです。本日は、ハンダ付けをしよう。第3回。XT30 と XT90 のハンダ付けをお送りします。前回、XT60 が一番簡単と申し上げましたが、次に簡単なのが XT30 です。というか、XT90 が難しいですね。なので、今回は XT30 からいきます。使用するコードですが、太さは AWG24 です。まずは被膜を剥きます。この工具、実は細いコードの方が得意で、すごく細い髪の毛みたいな細いコードも剥けます。被膜が剥けたらサポート台に挟んで、導線はねじらずに整えておきます。フラックスを塗ります。なお、塗らなくても大半は平気です。ここで、XT30 のハンダ付けの最大のコツを説明します。それは、コテの設定温度を下げることです。今回は 270°C でやってみましょう。こんなのコツじゃないと思う人がいるかもしれませんが、これが成功法です。まず、コードに予備ハンダをします。細いコード相手でも、綺麗にハンダが乗りますよね。これが音調ハンダ5手の性能です。腕とかじゃないんですよ。次に、コネクターにも予備ハンダをします。いちいちフラックス塗るのは、癖みたいなものなので気にしないでください。なくても大丈夫ですよ。小手先は太いですが、構わず、コネクターに小手先の先端を乗せます。設定温度が 270°C なので、気を使わなくて大丈夫です。では、コードをハンダ付けしてみましょう。コツは、コテで触るのはコネクターが主で、コードをハンダコテで押さないことです。コードをコテで押すと、ハンダが溶けた際にコードが変形して、コテを離した時にコードが浮いてくるんです。なので、コテはコネクターに当てます。ハンダが溶けると、コードが勝手に沈むので、沈んだらコテを離します。反対側もやってみましょう。なぜ、音調ハンダコテだと簡単なのか、ちょっとお話しします。温度制御できないハンダゴテは、出力が 30W でも400度を超えてきます。その状態のコテで、コネクターのピンに触れると、コネクターが溶けます。また、フラックスがすぐに沸騰してしまうので、ハンダがうまく乗りません。対して音調ハンダゴテ、つまり、このハンダコテは現在 270°C です。これなら10秒ピンに触れても、コネクターは溶けません。では、コードをハンダ付けしてみましょう。コテで、コネクターのピンに触れます。コテでコードに触れるのはいいですが、コードをコテで押してはいけません。コネクターのハンダが溶けるのを待ちます。ハンダが溶けるとコードが沈みます。コテを離せば完成です。さて、どうでしょうか。ちょっとハンダが多すぎだと思いますが、害はないでしょう。そうしたら、ビートガンでシュリンクチューブをシュリンク。完成です。ちょっとシュリンクチューブが太すぎたかな。まあ、気にしないことにしましょう。さて、最後に、XT90 をハンダ付けしてみましょう。使用するコードは AWG10。説明3回目ですが、被膜を剥きます。これ一つで何でもいけます。そろそろ買いたくなってきましたよね。いつか登場しますが、最後の3本コードも、そのまま3本まとめて被膜を剥けます。1本1本手でなんてやってられませんよ。サポート台に取り付けます。この太さになってくると、フラックスの効果があります。ハンダが染み込まない場合、加熱を続けるのではなく、フラックスを塗りましょう。映像だと導線をねじりましたが、可能ならねじらないでください。明らかに警戒して、フラックスを塗りまくっていますね。そう、太いほど予備ハンダも難しいです。
設定温度は320度 C です。強小ハンダでは320度 C か330度 C で十分です。それ以上は逆に難易度が上がります。予備ハンダを流しすぎると線が太ってコネクターに入らなくなります。慎重に進めましょう。結構ノロノロやってますが、問題ありません。そのための音調ハンダ固定、そのための大量のフラックスです。ラジコン系のハンダ説明チャンネルで、自分は何万円もするステーション型ハンダ固定を使用しながら説明をしているのに、おすすめと言って 60W の音調なしの固定を紹介する、そんなチャンネルも見たことがあります。60W のセラミックヒーターで、この速度で作業を行ったら皮膜が焦げます。こういうのは道具が7割です。初心者なら道具が10割です。どうせ買うなら絶対音調ハンダ固定を購入しましょう。はい、このくらいでいいでしょう。コネクターにもフラックスを塗ります。今までより明らかに大量に塗ってますね。つまり効果があります。コネクターの予備ハンダですが、小手先をコネクターに完全に乗せてしまいます。では、コードをハンダ付けしてみましょう。ちょっとしたコツで、先に小手先にハンダを供給します。こうすることで、コネクターのピンにコテが接触する面積が増え、熱の伝わりが劇的に速くなります。あとは今までと同じ。ハンダゴテは横から主にコネクターに当てます。コードはついでに触れる程度です。待たされますが、待ちます。コテのブースト機能を使ったり、イラついてコードをコテで押すのも厳禁です。はい、コネクターのハンダが溶けて、コードが沈みました。コードの上側のハンダまで溶けるのが見えたら、コテを離します。いきなり手を離すとたまに抜けるので、少し待ちましょうね。ブースト使ってはダメな理由は、ハンダが溶けた直後に、コネクターまで溶ける惨事になるからです。コードの導線をコテで押してはダメな理由は、コテを離した際に、歪んだ導線がコネクターから浮き上がるからです。反対側もやってみましょう。フラックスを塗ります。コテをコネクターに乗せるようにして、予備ハンダをします。コテの先にハンダを少々乗せます。コテを横からコネクターに当てます。コードにはおまけで触れる程度です。じっと待ちます。ちなみに、コネクターのピンの奥までコードを入れる必要はなく、楕円状の上全体にコードが乗っていれば OK です。コネクターのハンダが溶けました。コードの上のハンダが溶けるまで待ちます。コードのハンダが溶けました。コテを離します。ハンダが固まったように見えても、数秒はコードを持って固定しましょう。はい、これでいいでしょう。黒い方がうまくっていますね。赤の肺炎は、コードの予備ハンダが少々不足していたと思われます。でも、これで十分大丈夫です。コテは危ないので、コテ先は抜いて、電源も抜いてしまいましょう。電源オフにした気になるのは事故のもとです。あとは、ヒートガンでシュリンクして完成です。次回はユーロピンのハンダ付けをお送りする予定です。次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録もお願いします。
またね。